こんにちは、ふーです。最近無職になった私はコロッケ屋さんでアルバイトをしながら貯金が尽きるまで日本中を旅しています。今回の旅では集落や秘境駅、宿場町を目指して冒険します。懐かしい街並みや景色を楽しむ旅にしていきますね。今回はこんな感じで長野、岐阜、愛知、静岡、山梨のあたりを回って帰ろうと思います。ということで私は今桜平パーキングにいます。高速料金を節約するために深夜割を使って夜な夜なひたすら走ってきました。途中で力尽きて今ここにいるってわけですね。とりあえずお腹が空いたのでこれからヴィーナスラインに行って美味しいじゃがバターを食べてきますね。昨日の深夜から高速に乗っているので降りるまでは割引料金が適用されます。旅をしていると高速料金がアホみたいにかかるのでこういうところで節約していきます。今日の予定はまずヴィーナスラインに行ってじゃがバターを食べて、その後大平宿に行きます。大平宿は約200年前まで茶屋宿として栄えていたみたいなんですけど、今では人民はいなく無人の集落になってしまったみたいですよ。当時の古民家がそのまま保存されているので風情ある街並みが楽しめそうですよ。まずは高速を降りてヴィーナスラインに向かいます。長野の景色は北海道旅を思い出させてくれるような景色でした。自然豊かで癒されますね。ヴィーナスラインに向かっている途中、モーモー牧場があったので寄ってみました。景色が良くて最高の牧場ですね。美味しいソフトクリームを食べましたよ。ヴィーナスラインの景色は相変わらず絶景でしたよ。四季によっていろんな景色が楽しめるので何回来ても飽きません。ちなみに私は秋のヴィーナスラインが一番好きです。皆さんおすすめの観光道路も教えていただけると嬉しいです。今年は四国カルストを目標に頑張っていきます。途中霧ヶ峰駐車場で目当てのじゃがバターも食べましたよ。腹ごしらえも済ませたのでこれから大平宿に向かいます。ヴィーナスラインから大平宿までは120キロです。北海道旅で鍛えたのでこれくらいならお茶の子さいさいですね。大平宿までつながる県道8号線は道幅が狭く運転が大変でした。景色を眺める余裕もない様子ですね。慎重に運転します。大平宿に着きました。早速散策していきますね。大平宿は標高1100メートルの場所にポツンと取り残された宿場町です。1800年頃は茶屋宿として栄えていたそうです。それからも物流の重要地点ということで賑わっていましたが、国道256号線ができてから物流も停滞してしまいました。高度経済成長の影響でなりわいとしていた林業も成り立たなくなり、1970年に最後の住民の方が移住してしまったそうです。現在も有志の方々が維持管理をしていて、予約をすれば当時の宿にも泊まれるそうですよ。今もこうして歴史を受け継いでくれている方に感謝したいです。日も暮れてきたので汗を流しに温泉入ってきますね。明日は小和田駅という秘境駅と夏焼集落という無人集落に行くので近くの温泉に行こうと思います。それにしても最近暑すぎてやってられませんね。温泉着きました。お腹空いたのでまずはご飯食べますね。もちろんお風呂上がりはいちごミルクを飲みます。明日は天竜村というところに行くので近くにある道の駅に向かいます。天竜村の近くにある道の駅に来ました。トイレもあるので安心して車中泊できそうです。早速準備していきますね。今回は蚊対策バッチリしてきました。これだけ対策しておけば鬱陶しい蚊も瞬殺できますね。
まだお腹が空いているのでしゃぶしゃぶを食べることにしました。楽で美味しくてお腹にたまる男飯って最高ですね。乾杯。ランクルは広くていろいろ車に積めるので巨大スライムを持ってきました。かわいいですよね。最近は朝でも車内が暑いんですよね。夏を越せるか心配です。とりあえずバナナ食べて道の駅を散策してきますね。売店にたこ焼きが売っていましたよ。これは食べるしかありませんね。いただきます。お腹いっぱい食べたのでこれから天竜村に行って秘境駅と廃村を巡ってきます。天竜村までは国道をひたすら走ります。近くに天竜川が流れているので景色には飽きませんよ。天竜川の水は綺麗なエメラルドグリーンでとても綺麗でしたよ。まずは去年も行った夏焼集落という無人集落に向かいます。この橋を渡って夏焼集落に向かいます。去年は土砂崩れの影響で車で行けず大変でしたが、今回は車で行けたので助かりました。目の前にあるのが大通駅っていう駅なんですけど、この後行く小和田という秘境駅は車では行けないので大通駅から電車で行けますよ。夏焼集落までの長いトンネルは不気味で車がないと大変です。冒険してる感じがしてワクワクしますね。集落までは徒歩でしか行けないので近くに車を止めて5分ぐらい歩きます。夏焼集落は1595年に山を焼いて泡をまいたことから夏焼と名付けられたそうです。約400年の歴史を持つ集落ですが、2015年に定住者がいなくなり無人となってしまったそうですよ。今でも元住民の方が管理をしているそうです。ここは廃村ではなく住んでいた人々のふるさとなんですね。ここから見下ろす天竜川の景色がとても綺麗で大好きなのでまた訪れたいと思います。ということで大鶴駅に戻ってきました。目的地の小和田駅は電車でしか行けない場所にあるので電車で行ってきますね。電車は2時間に1分しかないので間違えると大変なことになりますよ。小和田駅までは5分ほどで着きました。ここは駅員さんもいないので私一人でした。小和田駅は道路も通じていないので電車でしか来れません。
駅前にも施設などはないので秘境駅と呼ばれているそうですよ。小和田駅は秘境駅ブームの火付け役とも言われているそうですよ。木造の駅舎は懐かしい匂いがして心地いいです。朽ち果てたスーパーカブがありましたよ。これは何年式なんですかね。近くには工場跡地のような建物と食堂跡のような建物がありました。小和田駅に一番近い家はここから1時間ほど歩いたところにある塩沢集落だそうです。郵便物などもバイクでは運べないので列車と徒歩で届けられているそうですよ。思い出ノートがあったので私の思い出を書き残してきました。皆さんも小和田駅に来たら探してみてくださいね。小和田駅の散策も無事終了したので今日の宿を探します。撮影データを整理するためにビジネスホテルに泊まることにしました。明日は山梨の方に行きたいので道中安いビジネスホテルがあれば泊まろうと思います。さすがに疲れましたね。と思いきや体が勝手に居酒屋に向かっていました。鳥貴族はメガジョッキのハイボールが380円という爆料金なんですよ。これは飲むしかありませんね。いい感じに酔っ払ったので今夜は気持ちよく眠れそうです。普段車旅をしているとなかなか居酒屋に行けないのでたまにはいいですよね。データの整理をして明日に備えて寝ます。今日は山梨の赤沢宿に向かいます。ついでにいい天気でキャンプもしたいのでほったらかしキャンプ場に行きます。赤沢宿は江戸時代から残されている木造の民家や旅館があって懐かしい雰囲気を味わえるんですよ。国の重要伝統的建造物群保存地区にも指定されていてゆるキャンの聖地でもあるんですよ。赤沢宿に着きました。いやー、それにしても空気が美味しいですね。赤沢宿は石畳の道や江戸時代から残る木造の民家が残っていてとても懐かしい雰囲気を味わえます。ここもかつては宿場町として賑わっていましたが近代交通の発展により衰退してしまったそうです。昨日行った小平宿もですが近代化に埋もれてしまう歴史もあることを知りました。これからはそういった歴史や文化について広めていく活動もしていきたいです。前から行ってみたかった古民家カフェにも行ってみます。ここは清水屋といって休憩所を兼ねたカフェなんですよ。中の作りや匂いは懐かしさを感じましたよ。いただいた緑茶もとても美味しかったですよ。雰囲気良すぎてずっといられる空間でした。仕事も辞めてこの先いろいろと不安だったんですけど全部どうでもよくなりました。悩みがある人はぜひ行ってみてくださいね。これからほったらかしキャンプ場に向かいます。ほったらかしキャンプ場は富士山を眺めながらキャンプができるのでめっちゃ楽しみです。近くにほったらかし温泉もあるのできっと最高のキャンプになると思いますよ。ほったらかしキャンプ場に着きました。とりあえず設営だけしておいて温泉入ってきますね。
焚き火シートを忘れたのでアルミシートで代用です。ほったらかし温泉までは徒歩3分です。最高のロケーションですね。富士山を眺めながら入る露天風呂は最高でした。いい感じに日も暮れてきたので晩ご飯の準備をします。お肉焼くだけなんですけどね。この日は暑かったので溶けないように大きい氷を買っておきました。砕けば使えるのでこれで美味しいハイボールが飲めますね。お肉も最高に美味しかったですよ。すぐ近くにバーがあるみたいなので行ってみることにしました。店員さんにおすすめされて新しいハイボールに挑戦してみました。とても飲みやすかったですよ。これを機にいろんなハイボールに挑戦していきたいですね。見ての通りロケーション最高のバーでした。いい感じにお酒も飲めたので就寝です。チェックアウトは10時なんですけど起きたら9時を回っていました。急いで撤収しますね。旅の締めくくりにほうとうでも食べてこようと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の旅は美しい日本文化に触れられてすごくいい旅になりました。コロッケ屋さんでアルバイト頑張りながらまだまだ旅を続けていきます。次回はジムニーで車中泊する予定なのでよかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。